はいどうも皆さんこんにちは。今回は足利将軍家の内紛についてお話ししていきます。前回前々回の動画では応仁の乱で重要な役割をする畠山氏と柴氏について見ていきましたが、そのような内部分裂は当時の最高権力者だった足利将軍家でも起きています。これら3つの家の問題が合わさって応仁の乱が起きるのです。それでは今回の動画の本題であるこの頃の将軍家について見ていきましょう。時間は嘉吉の乱まで戻ります。1441年、時の将軍足利義則が暗殺されました。嘉吉の乱です。その後、室町幕府の将軍となったのは義則の息子の足利義勝。しかし、この義勝は将軍となった当初、まだ9歳。現代でいうと小学3年生の子供です。もちろんそんな幼い将軍が政治を行うことなんてできるはずもなく、周りの大人たち、つまり官令を中心とした守護大名たちによって政治が行われました。しかしその義勝も将軍になってたった8ヶ月で死んでしまいます。その後継者に選ばれたのが足利義政でした。この義政もまだ8歳。義勝の時と同様に周りの大人たちによって政治が行われます。こうして2代連続で幼い将軍が続いたことにより、官令をはじめとした守護大名が力を持つようになっていくのです。そんな義政も成長していくにつれて自分で政治を行いたいと思うようになっていきます。義政は特に父である足利義則を手本とした政治を目指していました。しかし守護大名たちからしたら迷惑な話です。せっかく実権を握っているんですから、ずっとお飾りの将軍でいてほしいと思っていた人もいたでしょうし、また義則のような恐怖政治に戻ったら大変だと思っていた人もいたと思います。こうして政治を行いたいと思っている将軍義政と義政に政治を行わせたくないと思っている有力守護の間で政治の主導権争いが行われていくことになりました。そんな足利義政の初期の政治を支えたのは今参りの局、有馬元家、烏丸助藤の3人です。この3人はお今さんと有馬さんと烏丸さんなので、当時の落書きでさんまと称されて、政治は彼らさんまが行っていると風刺されたような人たちです。ちなみに今参りの局は義政の子供を呪い殺した疑いで流罪となり、流されている途中に死亡。有馬元家は出家して政治から引退。烏丸助藤は義政に家を提供していたのですが、義政がその家から引っ越したら疎遠になり権力を失いました。つまり3人ともすぐにいなくなるので、彼らの名前を覚える必要はありません。名前を覚えてほしいのはこの次に義政を支えた人物、義政の育ての親だった伊勢貞親です。伊勢貞親はこれ以降も応仁の乱に関わってくる超重要人物になっていきます。伊勢氏は室町幕府の中では政所という財政を管理する役職のトップに任命されていました。現代で例えれば財務大臣のことになるでしょう。特に伊勢貞親は足利義政の育ての親ということもあり、義政から絶大な信頼を得ていました。そういった信頼関係もあってか、義政から様々な特権を認められていたり、幕府の財政を握って絶大な力を持っていたりと、将軍義政の右腕ともいえる存在でした。しかしある時、そんな伊勢貞親が失脚に追い込まれてしまいます。義政から信頼され絶大な権力を握っていた伊勢貞親がなぜ失脚に追い込まれたのでしょう。それには将軍家の後継者問題が深く関わっていました。この頃の将軍足利義政は貴族である日野家の娘日野富子と結婚していました。2人の間にはなかなか男の子が生まれなかったので、次の将軍はどうしようかという話になってきます。ということでお寺に入ってお坊さんになっていた腹違いの弟である義人という人物をお坊さんから普通の人に戻し、後継者に指名します。彼が足利義見です。こうすることで義政の後継者問題はとりあえず解決されました。ところがその後、義政と富子の間に男の子が生まれます。足利義久の誕生です。しかしこの当時の義久はまだ赤ちゃん。将軍になるにはまだまだ時間がかかります。
ということで、義政の次は義見、義見の次は義久という順番で将軍になることが決定しました。ここまでは順調だったのですが、足利義見とその妻日野義子との間に足利義胤が生まれたことで話が変わってきました。義政の次の将軍が義見となると、義見が義政の息子の義久に将軍職を返さずに自分の息子の義胤を指名する可能性が出てきたのです。そうなって困るのが先ほどお話しした伊勢貞親でした。伊勢貞親は義久の養育係だったので、義久が大人になって将軍に就任すればその育ての親として権力を握れるはずでした。しかし義胤が将軍となってしまったら義久が将軍になれない可能性が出てきたのです。要するに伊勢貞親からすると足利義見は邪魔者でした。義政の次の将軍は義久という流れが好ましかったのです。こうして足利義見を亡き者にしようということを伊勢貞親は考えます。計画は至ってシンプルでした。足利義政に対して足利義見が謀反を起こそうとしていると嘘をつくのです。深く信頼している貞親が言うことですので、義政はこの嘘を信じて義見を殺そうとします。しかし足利義見の方が一枚上手でした。伊勢貞親が自分を殺そうとしているということに気づいた義見は細川勝元の屋敷に逃げ込みました。逃げ込んできた義見の話を聞いた勝元は家臣に義見をかくまわせて義政の誤解を解きに行きます。こうして足利義政は細川勝元と対面。細川勝元の言うことを信じた義政は逆に嘘をついた伊勢貞親の切腹を命令。伊勢貞親は失脚に追い込まれ、将軍派についていた伊勢貞親や柴義俊などの人々が京都を追われるのです。こうして味方を失った義政はもはや何もできなくなります。この後の幕府はというと、義見を支持する側に回っていた守護大名たちが政治を行い始めるのです。足利義見を将軍のように扱って細川勝元の屋敷で政治を行っていくようになります。義政は蚊帳の外にされてしまい、ただその様子を指をくわえて見ていることしかできませんでした。将軍側近たちの失脚により、義政の将軍新生の夢は打ち砕かれたのです。これまで積極的に政治に関与していた義政が何もかもうまくいかないことに失望してやる気をなくしてしまうのも仕方ないかと思います。こうして守護大名派による政治が行われていくのですが、守護大名派はだんだんと意見が合わなくなっていきます。今度はこの中で分裂して争っていくことになるのです。その中心人物となったのが細川勝元と山名宗全でした。細川派としては義政、義見、義久という将軍の就任順、つまり義政が将軍となる以前の状態を望んでいて、山名派としては義政、義見という将軍の就任順、つまり義見がこのまま将軍になってほしいという考えでした。さらに2人は畠山氏の内紛においても支持する派閥が違いました。義見と宗全は畠山義弘を支持しており、勝元は畠山正長を支持していたのです。こうして将軍大名連合は分裂。こんな状況で細川勝元が勝手に義政を将軍に戻してしまいます。こうなると起こるのは山名派です。山名派と細川派の対立は決定的となり、山名宗全は細川勝元政権をひっくり返すクーデターを計画していきます。山名宗全が目をつけたのは、この時代最強と言われていた武将、畠山義弘です。嶽山城での2年半の籠城戦の後、吉野で復活の機会を伺っていた畠山義弘に、ついに復活の機会が巡ってきたのです。前回の動画で罪人たちの一斉恩赦が行われたという話をしましたが、この時畠山義弘も許されていました。こうして畠山義弘は山名宗全に呼ばれて京都へと上洛してくるのです。畠山義弘の上洛で立場が危うくなるのは対立している畠山正長です。畠山正長は警戒しつつも年が明け、文正2年の正月を迎えるのでした。文正2年の元旦、官令畠山正長は将軍義政がいる室町殿へと行き、元旦の行事を行おうとしていました。その道中は細川氏や赤松氏の警護が付き添っており、
畠山義弘の襲撃を警戒したものだったと言われています。その次の日の正月2日、この日は将軍である足利義政が慣例である畠山正長の家に行く日でしたので、正長は一生懸命おもてなしの準備をしていました。しかしその正長のもとに、今日の予定は中止だという知らせが舞い込んできます。中止だけならまだ良かったものの、話を聞いてみるとそれは最悪の知らせでした。義政が畠山義弘に会うから中止だというのです。昨日までは正長を支持していたのに、次の日には義弘を支持しているという手のひらの返しっぷりに正長は焦りまくったことでしょう。さらに正月の5日、この日は毎年畠山氏の屋敷を訪問することになっていたのですが、この年に義政が選んだのは畠山義弘の方でした。義弘は上洛して間もないので、この頃屋敷は持っておらず、山名宗全の屋敷を借りて義政と対面しています。この次の日の6日、義政は畠山氏の家督を正長から義弘に移動。さらに正長に屋敷を義弘に渡せと命令します。それだけでは終わりません。畠山正長の慣例職をクビにして、宗全派の柴義門を慣例に任命しました。おそらく山名宗全が武力を振りかざして後ろで義政を操っていたのでしょう。こうして何もかも奪われた正長は完全に追い詰められてしまい、もはや道は残っていませんでした。実力行使に出るのです。畠山正長は屋敷を焼き払って上五両者に出陣、ついに挙兵したのでした。こうして約11年間にわたって続く応仁の乱は上五両者で幕を開けます。上五両の戦いの始まりです。